チゴラス登場、どっさり木の実ウィーク2解説。ジャスパルと申します。突然のトープアンバー追加ラッシュ、そしてミニアメブーストが来る木の実ウィークボリューム2が発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。前回から改良された部分もありますのでチェックしていきましょう。ピックアップのポケモンたちについては最後に初見ちょっこり全フィールド解説もやっていきたいと思います。岩タイプとなるチゴラスたちは岩枠ぶりの岩タイプ木の実得意となるんでしょうか、それとも木の実バーストとなるんでしょうか。それでは参ります。ということで、まず最初に新登場チゴラスたちを確認してから木の実ウィーク2の解説をして注意点などをチェックして、ピックアップのところでは初見ちょっこり全フィールド解説をやっていきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。ってことで、まずは新登場チゴラスガチゴラスから。リサーチャーの皆様が睡眠リサーチを続けてきた影響か、特定のフィールドの近くでこれまで出会えなかったポケモンの姿が見つかったという報告がありました。そろそろ睡眠リサーチでも出会える日が来るかもしれません。新たに出会えるポケモン、チゴラス、岩、ガチゴラス、岩タイプです。お楽しみにということで、ポケモン XY の化石ポケモン、顎の化石から復元されるヨークンポケモンチゴラスと進化したボークンポケモンガチゴラスが新登場となります。岩ドラゴンタイプのポケモンなので、パッと見あれまたドラゴンタイプが追加されるんですかと思ったんですが、さすがに岩タイプの方でしたね。化石ポケモンたちは多くが岩タイプなんですが、今後はどうなるんでしょうかね。で、対となる XY の化石ポケモン、ヒレの化石のアマルスたちもまたどこかで登場してくれるでしょうかね。なんかホリデーに出てきてくれそうなポケモンの候補が増えてきましたね。そちらも非常に楽しみです。ということで、新たに出会えるポケモンの情報です。出現開始する日時は2026年5月11日15時からとなっております。スプリングフェスの後1週間準備の期間を経て木の実ウィーク2で登場となります。該当のポケモンの子は上記日時から使うことができます。また出現するフィールドは若草本島、トープ洞窟、アンバー渓谷、若草本島 EX ということで、オンバットサンドと同じフィールドとなっております。突然のトープアンバー追加が止まりませんね。そしてアンバースヤスヤがまたも忘れ去られているということで、今後の追加はあるんでしょうか。6月にはね、ラティオスリサーチもありますので、どこのフィールドボーナスを上げておこうかどうか悩みますね。そして出会える睡眠タイプはチゴラスぐっすり、ガチゴラスぐっすりとなっています。岩タイプのぐっすりですね。岩タイプは岩枠ぶりの追加になるかと思います。めちゃめちゃ久しぶりの追加ですね。そして、このページの情報がここで終わっているということは、新しいメインスキルではなく、既存のスキルを持ってくることがほぼほぼ確定したかなと思います。木の実ウィークで登場していることから、岩枠に次ぐ岩の木の実得意になる可能性が一番高いのかなとは思ってるんですけど、岩枠もトープと EX にしか出現しない上に、非常に厳選難易度の高い特別感のあるポケモンとなっているので、差別化のためにスキル得意の木の実バーストポケモンである可能性も考えられそうですよね。スキルのポケモンだとね、オンバット、ラティアス、サンド、チゴラスとスキル続きになっちゃいますし、ラティオスもスキルの可能性が高いと見ているので、メインスキルの種足りなすぎません3000万ダウンロードの2つでも足りないなというところで、果たしてどうなるでしょうね。一応ね、現在トープに対応している木の実バーストポケモンも今まで追加されていないので、ぜひ皆さんの予想もコメントで教えいただけたらと思います。あとこれはもう完全になんとなく私のイメージの話なんですけど、ガチゴラスフレンドポイント20っぽい雰囲気感じません私だけかな。ポケモンカードでもね、化石ポケモンって化石でチゴラスの時点で1進化、ガチゴラスで2進化っていう扱いになってたりするので、ちょっとね、ガチゴラスのフレンドポイントが普通の1進化の12なのか、なんかわけもわからずジュペッタみたいな16パターンなのか、それとも20になってしまうのか、ここを注目したいなと思ってます。フレンドポイント20の場合って岩枠をフレンドポイント的には超えてくるので、能力どうなるんでしょうかね。木の実得意になるんだったらリボンイワークには勝てないとか、そういう感じだったりしますでしょうかね。元々のガチゴラスの能力も攻撃力がかなり高くて素早さはそこそこっていう感じなので、スキルが強い分木の実の能力はほどほどな木の実得意みたいになる可能性もあるのかななんて思いました。
なお、チゴラスの進化が朝昼の時間帯となるので、ちょっとだけ注意が必要なポケモンとなっています。進化レベルはもともと39なので、29か30とかになるんじゃないかなと思いますね。夜進化のポケモンってね、15時登場で進化後の情報が出るのってだいぶ遅くなっちゃう傾向があるんですけど、多分ガチゴラスは当日すぐに情報出るんじゃないかなと思います。非常に楽しみです。そんな新登場チゴラスガチゴラスでした。ぜひ皆さんの予想もお聞かせください。さあ、それではそんなチゴラスが登場するキャンペーンどっさり木の実ウィークボリューム2、こちら見てまいりましょう。たくさんゲットだどっさり木の実ウィーク。1週間続くこのキャンペーンは木の実集めが得意なお手伝いポケモンたちが大活躍する特別な期間です。一部の得意なもの木の実のポケモンと木の実バーストなどをメインスキルに持つポケモンをピックアップします。新しいボーナスを前回の開催から追加しています。詳細はボーナスの項目をご確認ください。お楽しみにということで、後ほどこのボーナス触れていきます。開催期間は5月11日月曜日からの1週間となっておりまして、開催フィールドすべてのフィールドです。好きなフィールドを自分で選んでいくタイプとなっています。そしてミッションもございます。前回の木の実ウィークボリューム1の時のミッション内容こんな感じとなっていました。その時はネイティがピックアップでしたね。で、ミニアメブーストもあったりするので、夢のかけらも若干もらえるなみたいな感じかなと思います。まあそんなに大きくは変わらないんじゃないかなと思いますね。ということで5月11日からの1週間となるんですけれども、今後のイベントスケジュールとして私の予想だと木の実ウィーク2が終わって1週間間を空けて5月25日からの週ではラティオス前キャンペーンが来て、それが終わってからまた1週間間を空けて6月8日月曜日からの2週間でラティオスリサーチが来て、でラティオスリサーチ終わって6月22日からの週がお休みで、6月29日の週にカレーのお祭りサマーフェスが来て、7月6日の週がお休みで、7月13日の週がもうすぐ3周年キャンペーンとかになって、間を空けずに7月20日から2週間3周年フェスとかになるんじゃないかなと予想しております。まあそんな感じでポンポコポンポコ大きめのキャンペーンイベントが来るんじゃないかなと思いますね。まあ実際はねどうなるか謎なんですけれども、まあ大体近い感じになるんじゃないかなということで、なんとなく身構えておいてもらえたらなと思います。さあ、それでは追加もありましたボーナス参りましょう。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において得意なもの木の実のお手伝いポケモンの木の実食材の最大所持数が 1.5 倍今回のイベントキャンペーンから追加されましたということで、所持数のボーナスが追加されました。これね、木の実プラス1個のボーナスがいつの間に育成ではない通常のお手伝いでのみ発生するボーナスとなっているので、前回の木の実ウィークは日中タップできない人って本当にボーナス消失ウィークと化してしまっていたんですよね。それが今回緩和されるということで、これさすがにでかい追加なんじゃないかなと思います。で、これ書き方ちょっと謎なんですよね。木の実食材の最大所持数が 1.5 倍って書かれてて、なんで木の実食材のってわざわざ書いてあるんでしょうね。スキルはダメってことなんでしょうかまあちょっとねここは謎なんですけれども、とにかく得意なもの木の実のポケモンの最大所持数 1.5 倍となります。木の実バーストのスキルポケモンは対象外となるので、そちらはご注意ください。いや本当に追加されてよかったです。そして得意なもの木の実のお手伝いポケモンが通常のお手伝いで木の実を拾ってきた場合、木の実プラス1個となります。お手伝いサポートブーストいつの間に育成は対象外であります。そしてメインスキル木の実バーストの効果 1.4 倍です。化けの皮木の実バーストなどの木の実バーストを名前に含むメインスキルに加え、三日月の祈り元気オール S の対象です。メインスキルに複数の効果がある場合、木の実の数のみ増加しますということで、木の実バーストの木の実の数 1.4 倍も追加されます。これは前回と変わらずですね。そして期間限定ミニアメブーストが使用可能で、これとても重要なミニアメブーストになると思います。後ほどお話しします。またその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず、他の睡眠タイプのポケモンも出現。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップとなっています。ピックアップは後ほどお話しします。ということでボーナスはとにかく
木の実得意の木の実プラス1個、所持数 1.5 倍、木の実バーストの木の実の量 1.4 倍というところで、しかしながらチゴラスガチゴラスが出現するトープ洞窟にもアンバー渓谷にも木の実イッチの木の実バーストポケモンはいないという感じとなっております。またしても EX ガチャ勝負になったりするんでしょうかね。なお EX のボーナスはおそらく3種類ランダムかと思われます。木の実エナジーにもスキル率にも食材の数にもボーナス関係ないので3種ランダムのはずですね。このイベントね、木の実 2.4 倍が引けたら最高なんですけど、木の実ガチャにボーナスガチャまで含めるとまあ現実的ではないんだろうなと思います。そんな所持数 1.5 倍が追加された非常にシンプルなボーナスとなっております。で、キャンペーンのボーナスは以上となるんですが、この期間、ニュームーンデーが重なるはずですね。土日月がニュームーンデーとなるかと思うので、土曜日日曜日はニュームーンデーと重なるのかなと思います。今回のニュームーンデーからダークライも全てのフィールドで出現してくれるようになりますし、ミュウとダークライ両方ね、個別で出現カウントが管理されるらしいということなので、どんな出現の仕方を見せてくれるんでしょうか。同時に出現することはあるんでしょうか。そこも注目です。そしてニュームーンデーなので、満腹になりづらい効果と色違い出現確率アップもございます。色違いチゴラスガチ勢の方はぜひ EX もご検討ください。土曜日日曜日ニュームーンデーです。そんな木の実得意の木の実と所持数が増えて木の実バーストが強くなって、土日はニュームーンデーの木の実ウィークのボーナスとなっています。さあ、それではピックアップのポケモンたち見ていきましょう。もはや無限といったところなんですけれども、まず中ピックアップチゴラスガチゴラスで、小ピックアップはこんな感じとなっております。ハロウィンピカチュウやホリデー EV、あとは一応クレセリアなんかを除いた全ての木の実得意と木の実バースト系スキルの未進化ポケモンがピックアップとなっております。注目の小ピックアップのポケモンは、なんとなくなんですけど、イワーク、ニューラ、アローラロコン、タツベイとかになってきますかね。オッケー、そんな感じでチゴラスガチゴラスは若草、トープ、アンバー、EX の4フィールドにしか出現しないわけなんですけれども、一旦初見のちょっこり全フィールド解説やっていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。ということで、各フィールドで出会えるポケモン、まずは若草本島です。若草本島をピックアップで出現しないポケモンはアローラロコン、イワーク、タツベイとなっております。それ以外のポケモンはピックアップされております。若草本島に関してはチゴラスたちが出てくるものの、木の実ガチャがあって木の実ウィークということなので、だいぶ難易度的には謎なのかなというところがあります。木の実ガチャに自信があればいいんですけれども、それ以外で訪れるとなるとラティオスリサーチのためのフィールドボーナス上げとかになるでしょうかね。ちょっとね、ポケモンも特定のポケモンを狙うのも難しいし、木の実ガチャもあるし、そんなにこのイベントには向かないのかなと思う若草本島でした。お次、シアンの砂浜。シアンの砂浜の注目ポケモンはワニノコ、ピー、ワシボンとかになるでしょうかね。チゴラスたちは出現しないんですが、そろそろシアン EX が来るかもしれないので、そこピンポイントでシアンに遊びに行くというのはありなのかなと思ったり思わなかったりしますね。そんなシアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟。トープの注目ポケモンはやはりチゴラスとイワークになるでしょうかね。初心者でチゴラスを狙いたいのであればここといったところでしょうか。イワークが注目とは言ったんですけど、チゴラスが似たようなステータスであればゲットしやすいチゴラスの方がおすすめにはなるのかなと思いますね。あとはトープ洞窟で同じく活躍できる水ゴロなんかもおりますので、そういったポケモンを狙っていくといいのかなと思ったりします。トープ洞窟でした。お次、ウノハナ雪原。ウノハナ雪原の注目したいポケモンは、アローラロコン、ニューラかなと思います。ここもね、チゴラスガチゴラス出現しないフィールドなんですが、ダークライが活躍できる悪タイプフィールドだったりはするので、そういった部分で遊んでみるというのは一つありなのかなと思います。アローラロコンはウノハナと EX のみ、ニューラも若草系とウノハナのみとなっているので、そういうポケモンを探す上ではありなのかなと思います。ウノハナ雪原でした。お次、ラピスラズリコハン。ラピスラズリコハンの注目ポケモンが難しくて、
キモリキモリ、ヤチャモ、ネイティ、その類でしょうかね。フィールドイッチの木の実得意のポケモンは、エスパータイプだと、ムンナ、ネイティ、ミュウ、あとは木の実バーストのクレセリア。で、草タイプ、メガニウム。木の実バーストのジュカイン。格闘タイプ、オコリザル、バシャーモ。とめちゃくちゃいるので、攻略する上ではいっちゃん楽しいフィールドかもしれないんですが、厳選については何かしら目的を持っていくということになりそうだなと思います。ラティオスリサーチの会場になりそうでもあるので、そういう、その時に活躍してもらうための木の実得意を探すのにも使えそうなんですけれども、まあ言うてね、他のフィールドでも結構出てくるポケモンたち多いので、まあフィールドボーナス上げがてらみたいな感じになるでしょうかね。まあ攻略する上ではめちゃめちゃ楽しそうなラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド級発電所。ゴールドの注目ポケモンは、ミミキュですかハガネールはね、未進化のポケモンではないのでピックアップなしとなっております。まあ、ゴールドはね、シンプルにライチュウが活躍できるフィールドなので、楽しそうだなと思います。ゴールド級発電所でした。お次、アンバー渓谷。アンバーはチゴラスたちが登場しますし、なんといってもタツベイがピックアップになっておりますが、アンバー渓谷、もともと木の実得意のポケモン結構いるので、タツベイをピンポイントで狙うとかは結構難しいんじゃないかなとちょっと思っておりますね。まあ、今週もピックアップになっているので、今週どうするか、ミニアメブーストも来たというところで、まあちょっとね、そういったところまで含めて考えていただけたらなと思います。あとは攻略に関してなんですけど、チルタリスとかアーボックってもともと所持数が多くないポケモンたちなので 1.5 倍になっても結構早く埋まりそうなんですけど、どうなんでしょうかね。あとはラティオスリサーチでも来ることになるかもしれないので、まあその場合タツベイほかアンバーイッチの木の実ポケモンたちが輝くかもしれません。フィールドボーナス上げも有効かもしれないということで、まあ開放していてフィールドボーナスもそれなりにあれば楽しめるんじゃないでしょうか。アンバー渓谷でした。最後、若草 EX。出現しないピックアップのポケモンは、コラッタ、アーボ、マンキー、タツベイですかね。イワクとアローラロコンは EX には登場してくれるんですよね。まあもう EX は何と言っても木の実ガチャとボーナスガチャの二重のガチャがありますので、まああとなんなら料理ガチャもあるということで、ハマれば強いんですがなかなか難しいのと、色違い出現確率アップはあるぜというところで、まあ堅実なところで言うと6月のラティオスリサーチに向けたフィールドボーナス上げとかになるのかなというところでしょうかね。EX ガチャについても6月のラティオスリサーチで来るというのであれば、チケットの枚数はなんとなく管理しておいた方がよかろうと思うので、ちょっとだけご注意ください。そんな若草 EX でした。ということで皆さんは、とりあえずね、今の印象でいいんですけれども、どのフィールドがお好みでしょうか。ぜひともこちらもコメントでお教えいただけますと幸いです。ピックアップはチゴラスが中ピックアップで、その他木の実得意のポケモンと木の実バーストのポケモンの一部のポケモンを除いた未進化のポケモンたちがピックアップとなっております。めちゃくちゃおります。さあ、そして各項目の詳細についてです。期間限定ミニアメブースト。こちら、いつも通りのやつとなっております。夢のかけら4倍の代わりに飴の経験値2倍になる。1日50個までのやつですね。で、おそらく今回のキャンペーン、このどっさり木の実ウィークボリューム2とラティオス前のキャンペーン、それがなんか木の実ピックアップウィークになるのか、食材ピックアップウィークになるのか、スキルピックアップウィークになるのかわからないんですけど、そのキャンペーンでミニアメブースト来るんじゃないかなと思っているので、ここと次で合計700個分アメブーストできるんじゃないかなと思います。で、これを例えばラティアスを一気に育成するために使うとか、ラティオスリサーチでアンバーが開催フィールドになる読みでタツベイを一気に育成するとか、
あとは、ラピスラズリコ班用にキモリを一気に育成するとか、ちょっとね、ラティオスリサーチまでの読みも含めなきゃいけないんですけど、そういうところまで考えてアメブーストできるとより良いのかなと思います。まあね、ラティアスを育成するのもちょっと怖かったりはするんですけどね、結局ラティオス厳選の結果次第みたいなところもあるかなとは思いますし、まあ若草本島と若草本島 EX は鉄板だと思うんですけど、それ以外ラティオスリサーチの会場がどこになるのか、一応確定しているというわけではないので、まあ、このミニアメブーストと、一応次もミニアメブーストありそうだぞってことで、ラティオスリサーチの準備としてちょっと捉えてみてほしいなと思います。夢のかけらの調達だったりとか、ポケモンの今のうちの厳選どうするかだったり、それこそ今週のスプリングフェス、あれ実は達兵衛狙っといた方がいいのかなとか、そういったところまで含めて考えてみてください。そんなミニアメブーストが参ります。そして注意事項に関してなんですが、こちら特筆すべきものはなさそうでした。といったキャンペーンどっさり木の実ウィークボリューム2でした。いかがでしたでしょうか。前回から所持数が増えるボーナスが追加されたということで、地獄のタップウィークにならずに済んで本当に良かったなと思います。しかしながらボーナスは本当にシンプルそのものなので、いつもよりもタップ頻度を気持ち多めにして木の実もりもりで楽しんでいただけたらなと思います。で、チゴラスの追加もさることながら、ミニアメブーストを誰に使うのか、これがラティオスリサーチに向けて重要な準備になるんじゃないかなと思うので、今のうちから誰を育成しようかとか、どこのフィールドボーナスを上げようかっていうのをね、考えていきたいなと思います。そんな木の実ウィーク2解説でした。皆さんのチゴラスの予想もコメントお待ちください。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。ぜひともグッド押していただけますと、ニュームーンデーのタイミングで色違いチゴラスが出てくれる可能性がちょっと上がるかもしれません。ぜひとも徳を積んで挑んでいただけたらなと思います。それではね、現在スプリングフェス2026真っ最中かと思いますので、まずは一旦目の前のスプリングフェスでいい厳選ができるように、そしてミニアメブースト誰を育成するのか考えていきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。